今年もまた夏は律儀にやってきた。休みなく働く体は老いるばかりで、暑さはこたえる。いつか何もかもを捨て、またあの時のように浮き立つ雲の下を走りたいと心から願う。ボックくん、そろそろご飯よ。帰ってきなさい。さて皆さんこんばんは。深夜のちょっと変わった料理番組、うんこ食堂のお時間です。そういえばね、ちょっと嬉しいご報告がございまして、この番組、不定期ではなく週1レギュラーになったんです。もうプロデューサーからそれを聞いたとき、私思わず目頭が熱くなりまして、これもひとえに皆様のおかげでございますから、改めて心よりの感謝を申し上げます。それでは今回は皆様の大好物、ライスカレーを作っていこうと思います。まずカレー粉を作っていきますが、皆様どうせ作らないでしょうから、その内実の解説は控えさせていただきます。混ぜ合わせたスパイスはダマができないようよーく混ぜたらフライパンでいっていきます。パウダースパイスは非常にデリケートでして、すぐに焦げて苦味が出てしまうため、とろ火でゆっくりと入れましょう。これであっという間に完成。どうです？簡単でしょ？湿度にさえ気をつけていれば1年は軽く持ちますから、結構便利なんですよ。それではご飯の支度もしちゃいましょう。ざるで軽くお米を洗ったら、あとは炊飯器にセット。今回はシャープ製のようですね。お次にお野菜の下ごしらえもしちゃいましょう。まずはお玉ねぎ、皮をムキムキしたらくし切りにしていきます。人参も同様に皮を剥いたら、飯の呼吸、3の型、乱切りにしていきます。じゃがいもにつきましては、私はあまり皮を剥かない性分ではございますが、一応テレビジョンでございますので、しっかりやっていきます。こちらも乱切りにしていきましょう。豚肉はバラ肉と細切れを使っていきます。食べやすい大きさに切り分けましょう。それではカレールーを作っていきます。まずはお薄力粉に先ほどのカレー粉を同じ分量入れ、とろ火をかけながらダマがないようよく混ぜます。私はこのような形で瓶の底を使ってダマを潰しています。これ結構快感なんですよ。きちんと混ざったら火を止め、バターとサラダ油を入れていきます。あとはまとまりが出てくるまでひたすらに練っていきます。このような形でちょっと荒れな感じになったら完成でございます。それでは本調理に入ります。油を敷いた鍋に玉ねぎを入れ、軽く火が通るまで炒めていきます。そこへ人参とじゃがいもを投入。油をきちんと吸わせましょう。あとは豚肉を入れたら水を入れ、煮込んでいきます。あら、豚肉は炒めないのかしらと思ったそこのあなた。私も思いましたよ。そしたら基本の味付けでございます。まずはかつおだしの素に鶏ガラだしのペーストを入れ、深みを持たせます。そこへお砂糖とお塩を入れ、ひとまず様子を見ましょう。沸騰してくるととんでもねえ量のアクが出てきやがるので、こちらは片付けちまいましょう。アクも栄養のうちとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、私はこいつがデイキレイなんでございます。お野菜が柔らかくなれば、あとは先ほどのルーを溶かすだけでございます。本来であれば一度少量の茹で汁と混ぜ合わせて溶かす方が良いのですが、皆様ご存知の通り、私生来の武将者でございまして、不作法をどうかお許しくださいませ。最後にウスターソースやら、蜂蜜やら、福神漬けやらの汁やら穀物酢やらで味を整えていきます。のっぺりした味にならないよう気持ち強めに入れちゃいましょう。
これじゃあ辛すぎるという方はクリーム等を入れ、辛味成分をどうにか中和させるのも良いですよ。あらあら、ご飯もどうやら炊けたようですね。お水多めで炊き上げたねちっとライスがカレーにはよく合うんです。さてそれでは盛り付けです。お皿にライスカレーを盛ったら、殺人的に赤い福神漬けを添えていきます。はい、これ以降はただ飯食ってるだけで何の変哲もございませんので、忙しい方はヒカキン TV でも見てきてくださいな。さて今夜も名残惜しいですが、おいとまの時間となりました。明日も良い夢が見られると良いですね、ハム太郎。それでは皆さんごきげんよう。この番組は、今治といったらこのお餅、アワビ屋餅店と、清流を望み、古き良き時代を味わう、伊勢宮川の里、日中屋、きらりと光るラクダの目が目印の、キャメルアイズショップ本店の提供でお送りしました。お茶持ってきて。